ご来館の皆様ごきげんよう。バーチャル図書館長のラリボミラビリスです。プレイミュージアムで開催されたエルマーの冒険展に行ってきました。エルマーの冒険はルース・スタイルース・ガネットさん作の海外の有名絵本ですね。かなりの名作で読んだことある方も多いと思うんですが、その絵本の展示に行きました。入り口脇には竜の子がお迎えしてくれます。可愛いですね。結構大きくて子供を抱っこできるぐらいのサイズ感がありました。展示入ってすぐにこの島にやってきた探検家は一人も生きて帰れないということだという重々しい言葉が書かれていますが、この展示全体でもいるんですが、このフォントはこの展示のために作られたフォントで、ちゃんとひらがな全文字作られたそうです。入ってすぐにエルマーと一緒に島に入っていくような感じで、この木の通路を渡って島の風景を見ながら絵本の世界に入っていくといういい演出がされていました。結構ね BGM も薄暗い中の森に入っていくという感じで、なんかワクワクさせられました。絵本の絵がまた鉛筆で描いてる感じの白黒の絵なのがこのエルマーの絵本のいいところですよね。いよいよ展示の会場に入っていくと、鉛筆で描かれた原画は結構小さいことに驚きます。原画の下には該当のシーンのセリフなどが書かれているのですが、そのセリフの書かれている紙がわざわざちぎった紙になっていたり、その紙を留めるのになんか石とか木とかそのシーンに合わせた感じのもので付けられているのもめちゃくちゃ良かったです。チューインガムのところでちゃんとガムが付けられているのも面白かったですね。そしてエルマは竜の子を助けて無事に空を飛んで島を脱出していきます。会場をさらに進んでいくと真ん中のところにこの島の地図みたいなのが飾られたりしていました。オレンジの花が可愛いですね。2巻の原画展示に移っていきます。2巻はエルマーと竜という話で、前回の話からの続きになっていたと思います。こちらもねまた地図があって、この地図がまた可愛いんですよね。ワクワク感をね向上させてくれるいい地図ですよね。エルマーが嵐の中を竜と共に行くシーンがあるんですが、その原画を再現したエリアもありました。雷の音とかなって、こんなすごい中をね少年のエルマーが渡っていったんだなっていうのが臨場感とともに分かっていい場所でした。島に入って小鳥さんがね出てくるシーンがあるんですけど、この小鳥がまた可愛いんですよね。小鳥さんの下のキャプションには羽がついていて可愛かったです。そしてここからはエルマーと16匹の竜という最終巻のエリアに入っていきます。入ってすぐに原画の最初の方のシーンを再現した感じの街と雲の様子があって、それがすごいね雰囲気があってよかったんですよね。大きな山と街のミニチュア、そして大きな雲がかかっていて、その雲が影になって街に落ちているっていうのが再現されていてすごい良かったです。ここは真ん中に立って撮影もできる感じになっています。でこのすごいのが、この雲の影ってどうやってるのかなって思って上を見上げてみたんですが、雲が描かれた円筒状の筒がぐるぐると回って、それでわざわざちゃんとね雲の形の影が降りるようになっていて、すごい芸が細かいなと思いました。こういう感じでね写真を撮ることができます。この原画とかも思った以上にめちゃくちゃちっちゃくてちょっとびっくりしたんですよね。この16匹の竜がまた可愛いんですよね。白黒でここまで違いを表現されてるのすごいなと思いました。でここはなんかその16匹の竜たちがなんかダンスホールみたいな感じで七色の光を浴びながらね踊ってる感じのシーンなんですけど、最初はよく分からなかったんですけど、カラフルなタッチパネルを押すとこういう感じでねミラーボールが回ってダンスパーティースタートみたいな感じになって、この真ん中のレコーダーが回ってみたいな感じになるっていうのがたまたま来ていたお客さんのお子さんがねいじったことで分かって、さすが子供は適応力が早いなって思いましたね。このね最終巻の表紙も可愛いですよね。こういう原画の上下とかに使ってる色の絵の具が塗ってあって、こうやって色見本みたいにしてるのとかが見れると、原画を見ないと見れないところが見れてる感じで、私はこういうの見れるのすごい大好きですね。でパーティーエリアを抜けるとこのように竜とのお別れをして、エルマーが一人で機関車に乗って帰っていくっていうシーンになるんですけど、下にね線路が映し出されてて、自分が記者になった記者に乗ってる感じの目線で帰っていくみたいな感じになっていて、なんかすごいこれでお別れなんだなっていう感じがして、ちょっと寂しい感じになりました。で最後は、作者の方の昔の作品とか、なんかそういう構想を練ったものやら、その本が作られる過程で作られた仮の本とか、そういったものが飾られています。そのエルマーと竜を描く前に作っていったフェルトの作品が飾られていたり、表紙の下絵だったりっていうのが飾られています。こ
こういうね作者の方が大事にされていた私物とか飾ってあると私はすごい嬉しい気持ちになるので、すごいねじろじろ見てしまいました。で本当のラストの部屋が、冒険図書館で、このエリアが私図書館長なのもあってめちゃくちゃ楽しかったんですけど、ここはいろんなデザイナーさんとかそういう方々が、どういう絵本を子供に勧めたいかみたいなのをおのおの紹介したのが壁にずらっと並んでいて、多分その紹介された本とかそういう絵本類が真ん中にずらっと並べられているっていうエリアがあって、なんかこうプレイミュージアムって子どものための美術館みたいな側面がすごい強い美術館なんですけど、なんかそういう子どもに絵本を取るところへのね動線をこう近くしてくれてる感じで、私はここすごい好きでしたね。一応ね全部こうやって撮影はしてみたんですけど、もう量が膨大なんで、私ここのやつ全部見切れなかったんで、できればねこれの一覧とかサイトとかに載せてほしいんですよね。どの方がどの本をおすすめしてるかみたいな。図録も買ったんですけどそこには書いてなかったので、ぜひね収録してほしい。でこれは各国のエルマーの翻訳版ですね。可愛いですね。どれもちょっとずつデザインが違っていい。でこれが真ん中に置かれてる絵本の山で、ここでねお子さんが本を読まれたりしててめちゃくちゃいいと思って、こうやってね見てこれ欲しいってなったのをね手に取ってくれるお子さんがいたりしたら嬉しくなりまして、でこれ途中で気づいたんですけど、この会場で使われてる素材っていうのが大体この水色の発泡スチロールなんですよね。そう、この壁とかも全部発泡スチロールでできてて、ちょっと軽く触ってみたらめちゃくちゃ軽くてびっくりしました。ほらこのね土台とかも発泡スチロール重ねて作られてて、よく見るとお子さんが多分乗り上がってぬいぐるみ見るために爪の跡とかつけてる感じでちょっと可愛いなと思いました。最後の作者の方の、今までの写真、家族の写真とかがあるんですけど、それも発泡スチロールのね屏風みたいなのに作られてました。この作品って作者の方が結構、20代ぐらいの時に描かれた作品で、この絵っていうのがイラストレーターの方が新しいお母さんになって、その方と共同で作られた本なんですよね。だからそういう結構家族ぐるみでやってるみたいなところがあって、旦那さんもね結構治療されたと確かね書いてあったので、その辺もね含めて家族写真がいっぱい貼ってあったんだと思いますけど、アルバムを見せてもらってるみたいな感じで楽しかったです。でね、このミュージアムいつも、展示のメニューが食べられるんですけど、今回もすっごい可愛くてね、でもめちゃくちゃ並んでたんでちょっと行けませんでした。最後に私の買ったグッズを紹介したいなって思うんですけど、これはねエルマーと竜が抱き合ってる可愛いバッグをね買いました。あとそれにつけるね眠っている竜のバッジで、これがねもうハンカチいっぱいあるんですけれど、どうしても欲しくてこの地図のねハンカチ買っちゃいました。このタグもまた可愛いんですよね。特に良かったのがこの図録なんですよ。でこれ買える方はぜひ買ってほしいんですけど、なんか画像を載せてるだけじゃなくて、この作者の方のどういう感じで日本に来た時の話とか、そういうストーリーも書いてあるし、で作品を作る時の時代的に印刷技術的にこういうことができなかったからこういうのを書きましたよみたいな展示されてる作品のさらに補足的な説明も入っている図録なので、これはぜひね手に入れてほしいと思います。そんな感じでエルマの冒険展はもう大満足でね見終わることができました。この最後のね看板のこのめくれてるところに小鳥がいたりするのも超可愛いんですよね。でエルマの冒険展はもう終わってしまったんですが、来年に兵庫か何かでまた巡回展があるそうなのでね、ぜひ行ける方は行ってみてほしいと思います。そしてね原作読んだのは私もだいぶ前の話なのでね、ちょっと改めて読み直してまたエルマの冒険の世界をね楽しみたいなと思います。それではご来館いただきありがとうございました。